どうしたらよかったのか、今後どうするべきなのかって行動を変えてくれるようにしたいわけじゃないですか。ちゃんと伝えたいことを言う。今回なんですけども、これまで多くの部下に物事を伝えてきた門司社長に、部下への叱り方のポイントなどあれば、ぜひお聞きできればと思います。相手によって変えますよ。属性というか、どうやった方がその相手にはちゃんと意味が伝わるかどうかだけじゃないですか。相手との関係性のレベルによっても変わりますよね。仲いい人だったら、例えばじゃあ、とある支店長がいて、学生の時からバイトしてるから、もう10年以上知ってるわけですよ。本当に昔どうしようもないクソガキだった時から知ってるから、その人とは別に関係性があるから、なんかその人がやらかしました。バカじゃないのお前さって一言も言っても別に関係性あるから、何にも起こんないですよね。何にも起こんないっていうのはパワハラだとかって言われないし、でもこれを入って1年目のあんまり関係ない社員に、お前バカこの野郎って言ったら、パワハラですって言われちゃうじゃないですか。改善するためには、本人がなぜこれが叱られてるのかって理解して、どうしたらよかったのか、今後どうするべきなのかって行動を変えてくれるようにしたいわけじゃないですか。当然相手によって言い方とか言う内容を変えるっていうのは僕からしたら当たり前のこと。どうやって叱りますかとかっていうよりかは、どう伝えることが相手がこの先未来良くなりますかみたいな話だけだと思うんで。叱る上で相手の背景を汲み取ってあげるっていうところも大事になってきたりするんですか？問題を起こした背景ってあるじゃないですか。こっちの価値観から言ったら、そんなことするのお前頭おかしいんじゃないかと仮に頭で思ったとしても、向こうの価値観からしたら良かれと思ってやった行動だった可能性もあるんですよ。それは頭話に怒ったり叱ったりした時に、もうその瞬間シャッターをこうやって押されるわけですよ。そうですね。ちゃんと一回聞いてあげるっていうのは本来必要ですよね。相手のことを思ってるんだったら、まずなんでその行動をしたのかっていうのを確認しなきゃいけないんじゃないですか。部下を褒めることとかって大事だったりしますか？褒めは何でもいいってもんじゃなくて、毎日言ってたらどうでも思わなくなるじゃないですか。何が一番本質かって言ったら、存在を認めてあげることだと思うんですよ。褒めるっていうことの行動であって、本質は相手の存在を認めてるよっていうのをちゃんと伝えることだと思うんで、私の存在を認めてくれてるかとかっていう風に感じてもらうかとかっていう方が本質だと思うんですよね。行動は正直褒めるじゃなくてもいいと思うんですよ。社員さんが例えば、失敗をして、その時に原因が分かっている場合と原因が分かってない場合の門司社長なりの成長の流し方というか、どういうふうに対応するのかっていうところを聞ければと思います。原因は分かってないことが多いですよね。本人はね。起こしてしまったことに対して、その人がどういう感情を持ってるか、そのことについてどう思ってるかをまず確認しに行く。自分が何かやってしまったからここと起こってしまったんだ。原因はまだ不明瞭だけど、なんとなく言語化できてないけど、反省はしてる。だったらまず OK で、なんでこれが起こっちゃったかと思うかっていうのを一緒に話す。次に具体的な行動を変えさせる。どういう行動を変えたら、次もし同じパターンが来た時に、同じような失敗にならないかっていうのを話すだけですよね。悪いかいいかじゃなくて、結果として及ぼしてる影響があって、良かれと思ってやっても結局何かしらの被害があるから、相対的に見たら良くはない。同じようなことがあった時にどうすることがベストだったのか、次からそうするためにどうするのかっていうのをちょっと考えようかみたいな感じで言いながら、事実をちゃんと認識させますよね。だから悪いと言ってないよ。どうしてこういうことが起こるのかを、どうしたらこういうことが起こらないのか、何したらいいと思うって突き詰めていくわけですよね。頭の話が起こると怒られてるとか、あなたが悪いって言われてるみたいなのが言った瞬間にシャッターを降りて、俺は悪くないですってやっぱみんな言っちゃうんで、自分だったらこういう例だったらそう話す。会社の研修というか支店長研修だったんですけど、お題がですね、職場マネジメントにおいてメンバーの言動に自分は我慢しなければならない、はてなみたいなお題だったわけですよ。みんないろいろディスカッションしてるわけですけど、僕は単純に何それと思って、我慢するかしないかじゃなくて、自分の子供だったらどうしますか？僕いつもこれ思ってるんですよ。対象者が大切に思ってる人で、時間軸は未来とかこの先を見てるわけですよね。ポイントは自分が大切に思ってる人、未来どうなってほしいですかっていう論点だけなんですよ。これ従業員一緒ですよね。支店長からしても自分のメンバー一緒でしょって思うんですよ。もしすんげえ不良になったとしても自分の子供だったら将来良くなってほしいからあの手この手で言うじゃないですか。部下も一緒でしょと。僕としてはもうその論点なんで議論すること別になくないと思うんですよ。我慢するしないってどういうことみたいな。相手が主役だから相手の立場に立ってこの人の未来が良くなるためにはとか、この人をこの先良くするためにはどうしたらいいかって考えるだけだから、その論点で今のこの人にとっては成長できるはずって思うんだったら我慢すればいいし、我慢しないで言った方がこの子の成長のためになるとか、この子において多分一番学べるんじゃないかと思ったら面白いで言えばいいじゃん。誰に対しても関わった人だったら根幹はこの人がこの先良くなるためにはどうしたらいいかしか考えないんですよ。どうしようもない相手であってもその視点で言っちゃうわけですよ。大切な人にさ、じゃあ叱るのって言われるかもしれないけど、叱りますよ、必要だったら。自分の子供に
対しても僕の価値観としては、可愛い子には旅をさせろとか、苦労は買ってでもしろとか、自立する人材とか、そういうことを子供に対して思ってるんで、これ社員に対しても一緒ですよ。子供だったらこうするけど、社員だったらこうしますみたいな違いってめっちゃあんまないんですよ。僕がマネジメント直接する人に対しては常にそのぐらいの意識で臨んでるから、あなたも自分のチームのメンバーにはちゃんとそういう考え方で臨んでくださいねと言ってますよね。叱るときって寄り添いながら一緒に解決していくときと、ここはドッと言った方がいいみたいなときってあると思うんですよ。強く言った方がいいなみたいな基準とかってあったりしますか？人口の数だけ人格があるように、会社で言っても100人いたら100人の人格があるわけで、傾向はあるかもしれないですけど、ほぼないかな。本当に重大なことで、重大だと認識してないことで、叱られてないから叱られることでその人が深く考えるきっかけになるんだと思った時にはいいかもしれないですね。道徳的なこととか、それこそ不誠実だとか、人としてやっぱそれは、ちゃんちゃらおかしいという時に関しては、それぐらいおかしいと思ってるから言うっていうことはあるんですよ。悪いと思ってなかったりとか、悪気はあったけどそんな重大なことだと思ってない時にヘラヘラしてたら、認識してもらうためにガンということはあるかもしれないです。あんまないですよね。あまりにもこれおかしいだろうっていう時は強く言う場合も時にはあるっていう感じなんですか？ありますけど実例がないですね。本人に切れてもいいことあんまないんじゃないですか。ガツという時も切れてはないです。必要だと思って言ってる時点でも考えてるから切れてないですよ。受け取り側の感情を考えて、そもそも否定的な時っていうのはフィルターを取り除いてから伝えたいことを言わないと意味ないんで、相手との関係性を考えて、何言っても否定されそうな時はまずそのフィルターを取り除くために聞く。話を聞ける感情はまずセットすることをやるわけです。でそれがセットできたらちゃんと伝えたいことを言う。結局受け取り側が何をするかって考えた時には、受け取り側の感情次第なんですよね。伝わるか伝わらないかっていうのは結構。否定的な時ってもう何を言っても荒探しされちゃうんですよ。本気で接すればちゃんと伝わりますよ。そこに計算とか偽りが入ってるとやっぱ向こうもわかるんで、シャッターを押したものですよね。テクニックよりも自分のマインドを一番変えた方がいいですけど、本当に真剣にその人と向き合ったら必ずその人は頑張ります。それをするかしないかだけです。ありがとうございます。最後に改めてなんですけど、部下への叱り方のコツというかポイントっていうところをちょっとまとめてお伺いできればと思います。自分の子供だったらどうしますかと、どう伝えますかということに集約されるかなと思うので、大切に思っている人という前提で、今後その人にどうなってほしいのかっていうベクトルで考えたら、必然と相手によって言い方変えるとかっていうのも出てくると思いますし、いろいろ考えるし、本当にそう思えば伝わると思うので、そういう観点で接するしかないんじゃないですかね。ありがとうございます。本日も見ていただきありがとうございます。アップル引っ越しセンターではいつでも共に働く仲間を募集しておりますので、ぜひホームページや SNS を見てご連絡いただけると嬉しいです。この YouTube チャンネルでは現場の様子、対談、研修、イベント、ビジネスマンに役立ちそうな思考とか様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ここまで見ていただいたんで、この動画にもぜひいいねをよろしくお願いします。